こんにちは、シャチパンです。先日ソニーの最新モデルが発表されましたので、いつものように昨年モデルから何が変わったのか、モデル間の違いも解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ソニーから発表のあった2023年モデルは全部で6モデルありますが、今回はこのうち5つを紹介します。有機 EL が1つ、液晶モデルが4つです。A がつくのが有機 EL モデル、X がつくのが液晶モデルです。この X95L は液晶の最上位モデルです。搭載エンジンチップは90番台と80番台で分かれており、90番台が上位モデル、80番台が下位モデルと考えて良いと思います。なお、残りの1モデルはX75WL という今年からのラインナップで、この X80L より下位に位置するモデルです。今回の比較では価格以外にメリットをご紹介できないので、紹介を割愛します。それから有機 EL モデルの方は今回最上位モデルの発表はありませんでした。昨年モデルの A95K が最上位モデルとして継続となります。ただ、ご存知の方も多いと思いますが、海外モデルのラインナップには A95L という A95K の後継モデルがあります。このモデル、前情報では従来モデルからピーク輝度2倍なんていうとんでもない話があったので、シャチパン含め非常に期待していた方も多かったと思います。サムスンのパネル供給不足でビジネス的に重要な海外モデル優先っていうことなんでしょうけども、非常に残念ですね。有機 EL に関しては上位モデル不在ということで厳しい展開です。それでは気を取り直して2022年モデルからの違いを簡単に紹介していきます。今年はどんな進化をしたのでしょうか。大きな違いはパネル、高画質処理、サウンド、ゲーム機能です。まずはパネルです。有機 EL モデルはパネルの温度分布による発光制御と輝度向上とにより、明るさのピークが 10% アップしました。順当な進化かと思います。液晶モデルは昨年同様 X95L がミニ LED 構成、残りは通常 LED 構成となります。ミニ LED は従来の LED の100分の1の大きさで高密度に配置できることから、映像の明るい部分と暗いエリアを分けて細かく光らせることができます。これにより光の隣接漏れが減り、ハローと呼ばれる黒浮きを抑えることができます。これは通常 LED でも同じことが言え、通常 LED でも細かくエリアを分けて光らせることでハローを抑えることができます。今回このエリアを分割しての駆動はこちらの3モデルが対応しますが、従来この X85 シリーズは非対応でした。今年から搭載されるようになり、これは嬉しい変更と言えるでしょう。1画素1画素を光らせることができる有機 EL には及びませんが、エリア分割は高画質化の手段の一つですので、あるに越したことはありません。なお、エリア分割数のスペックは言及されませんでしたが、ホームページとメディアの情報を参考にすると、X95L で従来の 20% アップ、X90L で 60% アップしたようです。昨年モデルの分割数は65型テレビでこのように分かっていますので、計算するとこれぐらいが目安となるでしょうか。エリア分割数は大いに越したことはなく、他社は1000超えの分割数なのに対し、ソニーの分割数は決して多いとは言えませんが、分割数と同じくらいエリア制御技術も重要です。ソニーはここらの制御技術には定評がありますので、どう仕上げてきたか楽しみですね。またピーク輝度も同様に 30% をアップしたようです。これも同様に昨年モデルのデータから推測するにこれくらいになりそうです。ミニ LED は最大1900ニート近く出そうで、
非常に迫力のある映像が楽しめるでしょう。それからホームページ上では昨年同様 X95L に量子ドットシート採用の記述は見当たりませんが、採用されていると考えて良いでしょう。続いて高画質処理です。高画質処理では新たに XR クリアイメージが追加されました。映像をフレームごとに細かく分析し、コンテンツごとにノイズ除去や動きブレを抑制するというものです。それから X95L では XR コントラストブースターというコントラストを担う処理の効果が従来の15から20に上がっており、よりコントラストを味わうことができるとしています。続いてサウンドです。 20W の X バランスドスピーカーは底面に2個のフルレンジスピーカーが搭載されたいわゆる一般的なテレビの構成です。昨年と同構成で特筆すべき特徴はありません。 30W のアコースティックマルチオーディオは先ほどのメインスピーカーに画面上部に高音を担うトゥイーターを加えた構成です。一般的なテレビは画面下部にスピーカーが搭載されていますが、画面サイズが大きくなると映像の中心点が上がっていくため、映像と音の出る位置が離れてしまいます。上面にあるトゥイーターが音像を画面の中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような違和感の少ない音声を楽しめるようにします。こちらも昨年同様の構成で、低音を担うサブウーファーはありませんので、低音はそれなりかと思われます。50W のアコースティックサーフィスオーディオプラスは画面そのものを振動させて高音質を創出するアクチュエーターと、低音を担うサブウーファーをテレビの背面に搭載したサウンド構成です。被写体の位置に合わせて振動させることで音を生み出し、画面そのものから音が出ることで現実に近い映像体験を生み出します。他社とは一風異なるサウンド構成ですが、これはソニーの目指すところが映画館のような映像と音の一体感だからです。映画館では無数の穴が開いたスクリーンの真後ろにスピーカーがあり、そこから出る音を前方へ出すことでセリフや音が映像と重なって聞こえるように設計されています。これを画面振動させることで実現しているわけです。こちらも昨年と同じ構成です。60W のアコースティックマルチオーディオプラスは面白い特徴があります。構成的には前向きのメインスピーカーに低音を担うサブウーファー、高音のトゥイーターと昨年から一見変わっていないように見えますが、トゥイーターが毎秒1万回フレームを直接裏から叩き、フレーム自体を震わせて高音域の音を作り出します。海外の 8K モデルにはすでに実装されていたようですが、今回国内モデルでは初となります。有機 EL のサウンドシステムのように直接画面から音が聞こえるような効果が得られ、従来後ろから壁に反響し回り込んでいた音がダイレクトに届くとしています。メインスピーカーも前向きなので、その他の液晶モデルより音がクリアでしょう。全然関係ない話ですが、シャチパンも小学生の頃、母親に叱られた時、布団叩きでよくお尻を叩かれてました。高音は出ませんでした。その他にも X90L までのモデルはソニーのサウンドバー接続時にテレビをセンタースピーカーとして使えたり、3次元の疑似立体音響であるドルビーアトモス以外のサウンドでも 3D 化するソフトウェアの機能も備えます。次にゲーム機能です。新たにゲームメニューを搭載し、ゲームモード時に操作・録画ボタンを押すと画面下部に設定画面が表示されるようになりました。 VRR 残像低減をはじめ、暗部を持ち上げて視認性を良くするブラックイコライザー、 FPS ではおなじみの画面中心をマークするクロスヘア、大型のテレビでは少しプレイが難しい対人ゲームの場合では
画面サイズ調整が可能です。ゲーミングモニターについていそうな機能が搭載されています。以上が2022年モデルからの主な変更点です。昨年はかなり大きな進化があったこともあり、今年は液晶モデルの輝度やエリア制御の改善があったものの、どちらかというとマイナーチェンジ寄りかと思います。続いてモデル間の違いをさっと流し、気になる価格を見てみましょう。まずは同時録画番組数です。全モデル2番組まで対応します。2番組の組み合わせは 4K 放送である BS4K 放送、CS4K 放送まで含めてどんな組み合わせでも録画できます。ただし録画番組は昨年と同様の仕様だった場合、オートチャプターはつきませんので、この機能を重視する場合は注意してください。次に低反射と視野角です。液晶モデルの紹介となりますが、昨年同様両方とも最上位モデルのみの搭載となります。 X アンチリフレクションはパネル表面に低反射素材を加工し、太陽光や室内灯などの外光の反射を抑えます。これにより明るい環境下において暗いシーンへの映り込みを防ぎます。昨年同様の仕様であれば、この機能を有無によって反射のレベルは半分以下となります。 X ワイドアングルは独自の光学設計により視野角を向上させます。ソニーがメインで採用しているであろう VA パネルはコントラストに優れる特徴を持ちますが、弱点として視野角が狭く、斜めから見ると色が変わったり抜けたように見えることがありますので、弱点を補うことができます。ただしこちらも昨年同様の仕様であれば、強い光が反射すると干渉縦縞が見えることがあるので、もしも気になりそうだという方がいらっしゃれば実機を確認すると良いでしょう。最後に価格です。55型と65型の価格を記しています。これらのモデルは65型以上の対応なので、それのみを記載しています。昨年モデルの価格と比較すると、有機 EL モデルは55型のみ2万円程度の値上がり、65型は据え置きです。ミニ LED モデルは昨年から5万円値下がり、通常 LED モデルは X90L が5万円、X80L も値上がっています。X85L はほぼ据え置きです。なお、今年のモデルは全体的にインチサイズが上がったため、これらのモデルがインチサイズを補うため継続販売となります。それから有機 EL のモデルも上位モデル不在のため、昨年モデルが継続販売となります。こちらがインチ情報と発売日になります。2023年4月初旬現在、今年のラインナップはこのようになっています。昨年のモデルも継続販売ということで少し複雑になってしまっています。上3つが有機 EL モデルで、そのうち灰色のものは昨年モデル、残りの7モデルは液晶モデルで、同じく灰色のものは昨年モデルです。昨年モデルは主にインチサイズの補完で、有機 EL の50インチ以下、液晶の55インチ以下を受け持ちます。今後の流れとしては、4月22日に有機 EL と下位モデルの X80L が発売、5月20日にはミニ LED と液晶の上位機種が発売されます。その後ラインナップの拡充が続き、7月15日に今回新たに追加となった安価モデルが発売されます。購入検討中のモデルがある方は参考にしてみてください。さて、今回の動画はこれで終わりです。ソニーの2023年モデルいかがでしたか？全体的にマイナーチェンジ感が否めませんが、液晶の方の基礎性能は上がっていますし、順当な進化をしているように思います。有機 EL の方はビジネスの戦略上日本は外したんでしょうが、まあ正しい選択なんでしょうけど、なんかちょっと寂しいですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。
次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。